こんにちは、ボタジマです。よろしくお願いします。今回は僕の園芸に欠かせないアイテムの一つであるラップについてちょっと詳しくねお話ししていこうかなと思います。ラップって言ってもキッチン等で使うような幅広のラップではなくて、こちら梱包用のラップになるんですけど、僕はこれを使ってアンスリウムだったりアロイドの気根をうまく伸ばしてあげようっていう、そんなようなちょっと工夫をしているんですね。今まで何度か動画の中でラップとかジップロックとかビニール袋をうまく使うと園芸うまくいくことが多いですよというか、僕はそうやってやってますよみたいな形でね、動画の中でお話しさせていただいたことがあるんですけど、実際僕が使ってる様子とかどうやって使ってるかっていうのを映像に残したことがないような気がするので、今回はこのアンスリウム何株かお見せするんですけど、梱包用ラップを使っている1株とラップを使わなかったパターンの株、最後に今までラップを使っていてラップを使うとこんな感じの仕立て仕上がりになりますよっていう、完成ではないですけど、その3つをね、紹介しようと思います。実際今梱包用ラップを使っている株がうまくいってるかどうかって、正直僕確認してないので、もしかしたらそんなにうまくいってない可能性もあるんですけど、うまくいってる株があるんで、皆さんの今後の園芸の参考になればいいかなと思いますので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。まずはじめに僕がこの梱包用ラップをどうやって使ってるかって話をしていこうと思います。アンスリウムとかアロイドって気根といって節と節の間から根っこを出してくるんですよ。で、僕その根っこって乾燥してしまったりとかすると、その気根の成長がピタッと止まってしまうんですよね。気根が乾燥して止まらないように、この梱包用ラップと、今ちょっと用意してないんですけど、水苔と梱包用ラップを使って湿度を高めて気根を止まらなくする、気根をずっと成長させ続けるっていうような工夫をしているんです。今期ラップを使わずに気根に対してそう特別湿度を与えない乾燥したままで育てた株っていうのを一つお見せしようと思います。こちらが、今期ラップと水苔を使わずに気根に対して特に湿度を与えなかったアンスリウムの株元ですね。例えばここを見ていただくと分かると思うんですけど、気根が出てきてその気根が途中で止まって短い気根がこうやってわらわら出ているような状態が見ていただけると思います。湿度だけが関係あるかって言われたら僕もそんなに詳しくないんですけど、こうやって乾燥してしまうと気根が途中でこうやって止まってしまうんですよね。僕はできるだけこの気根を鉢の中に誘導して気根も合わせて根の量を多くしたいという狙いがあるので、できるだけ気根が止まらないようにしたい。で、その止まらなくするためにじゃあ何したらいいかなってことを考えた結果、僕は水苔とラップっていう選択になったんですけど、多分湿度が少ない環境で育ってらっしゃる方のアンスリウムの気根ってこんな感じになってるんじゃないかなと思います。次に紹介するのが水苔と梱包用ラップを使って気根ができるだけ伸びるように今自分なりに工夫したアンスリウムの株元になります。この状態だとあんまりよくわからないと思うので、一回この梱包用ラップ外してみましょう。梱包用ラップを外したのがこちら。水苔で株元を覆ってあげるような状態ですね。で、パッと見た感じ、気根が出ている様子もないので、一旦この水苔も外していこうと思います。あ、出てますね。見えるかな。こちら見えますかね。今までこうやって水苔で覆っていた部分で、水苔の上から梱包用ラップをかけていた部分で水苔をほぐすと、こうやって気根が出てるの分かりますか？最初の一株と比べて気根の色全然違いますよね。乾燥してないというか、当然なんですけど、僕はこの状態で気根が成長するのを待って、成長してきたらこの鉢の中に気根を誘導する。で、その気根がまた鉢の中で成長して根の量が増えていく、そんなような狙いがあって、この水苔と梱包用ラップで、気根が乾かないように工夫してるっていうことですね。で、ここでやり方も何もないんですけど、僕なりの梱包用ラップのやり方としては、まず水苔を戻してもらって、固く絞るぐらい、本当に湿り気がある程度絞ってもらった水苔で株元をこうやって覆ってあげる。
直水苔はこんなにたくさんてんこ盛りにしなくても、気根が出てきたタイミングで気根がしっかりカバーできる程度の量で、問題ないですね。ちょっと今回はね分かりやすいように水苔多めに、盛ってあります。ある程度形を作ってあげて、しっかりと気根の部分、さっきまで気根があった部分が隠れていることを確認した状態で梱包用ラップを使って水苔を包んでいきます。梱包用ラップ2種類販売されていることが多いですね。ホームセンターでも100均でも大体このちょっと太い方と細い方販売されていることが多いですけど、皆さんの植物のサイズに合わせてね選んでいただければいいかなと思いますし、園芸を楽しまれている方で植物をちょっと増やしてどなたかに譲ったりとか、小株を販売したりっていう方結構多いかなと思うんですけど、そういう単純に梱包用のラップとして使えるので、これはね持っていて損はないかなと思います。今回はこっちの太い方を使って巻いていこうと思います。でこれ巻く時なんですけど、そんなに強烈にグッと締め付けなくても大丈夫です。最悪このラップを乗っけておくだけでも、水苔乾かないので、管理しやすいように水やりした時にラップがボロボロっとこぼれちゃうわ、それがめんどくさいわっていう方はちょっとキュッと止めてあげるぐらいで大丈夫です。では早速巻いていきます。巻きにくい方はある程度ラップをもう出しておいて、そこでちぎっちゃうだけでもね十分使えるので、ある程度ラップちぎったらそれを軽く巻いてあげる。もし1枚で巻ききれなかったら、もう1枚上からねかぶせてあげればいいだけの話なので、そんなに難しくないです。出始めた気根や気根が出るであろう位置に水苔を巻いて、少し形を作った後に梱包用ラップで巻いてあげる。これだけで気根はね勝手に伸びてくるのでバッチリですね。で見た目少し不格好ですけど、正直これをねずっと維持するわけではなくて、あくまでこれは気根を伸ばすためだけの工夫なので、気根がうまく伸びてきてね鉢の中に入って誘導できれば別にこれは外していただいて構わないので、一時的に気根を保護するためのものだと思って使ってもらうのがいいかなと思います。で最後にさっきみたいに水苔と梱包用ラップを使って気根を伸ばしてうまく鉢の中に誘導できたアンスリウムの株元をお見せします。例えばこれですね、ここに気根が出てきたんで水苔で養生する。伸びてきた気根に合わせて水苔を移動させて、どんどん鉢の方に誘導した結果がこんな形。気根が鉢の中に入って浮いていく様子が結構かっこいいなと思ってね、僕これ気に入ってるんですよね。これだと本当に最新の気根っていうのがこうやって伸びてるんですけど、ちょっとうまく見えるか分かりませんけど、ここに3本123と気根が走ってるのが見えると思うんですけど、こちらも同じで気根が出始める前の時点で水苔で株元を押さえる。プを巻いて気根を出させる。で出させた気根を常に伸ばし続けて鉢の中に入れてやる。実際これは鉢増し前に、伸ばした気根なので、用土の面までね気根が出てますけど、この植え替え前はここと同じように気根がこうやって浮いてるような状態でした。この梱包用ラップと水苔をうまく使って湿度をコントロールすることで気根を止めずにうまいこと鉢の中に誘導して根の量を増やしていくっていう工夫をすると、それによってねアンスリウムがすごく大きくなるとか元気になるっていう言い方はできないんですけど、アンスリウムの気根を楽しむことができるっていう話ですね。でこの梱包用ラップは100均やホームセンターで販売されているので、手に入れやすいアイテムですし、気根を養生するためだけに使うのではなくて、ポトスやスキンダプサスとカットして増やせるものに関しては結構ラップ、こういう梱包用ラップ使えたりするので、
本当に1本持っておいてね損はないアイテムだと思います。というわけで今回はこちらの梱包用ラップを使った既婚の養生について動画にしてみました。結構動画の中でもこのラップ使えるよ、ジップロック使えるよって言いつつも、きちんとね動画に残したことってなかったので、これはこれでねなんか参考にして、既婚結構うまくね鉢の中誘導できましたとか、既婚元気に成長できましたっていう方が見えたら嬉しいなと思って、この方法が参考になるかはわからないですけど、僕はこの梱包用ラップと水苔を使ってかなり多くの既婚を鉢の中に突っ込んできたつもりなので、皆さんの環境でもこの梱包用ラップっていうアイテムは使えるのかなと思います。これって既婚を養生して、既婚を長く伸ばしてあげるっていう方法って、言ってみれば取り木みたいなもんなんですよね。取り木がよくわかんない方はぜひ調べてください。こちらのラップを使って取り木とまでは言わないですけど、切り戻しする時とかに結構このテクニックは使えるんじゃないかなと思ってます。僕は切り戻しせずに鉢の中に突っ込んでどんどんこの株でかくしようぜっていう狙いがあってやってるんですけど、梱包用ラップと水苔を使った僕のちょっとしたコツみたいなものが皆さんの園芸の参考になったら嬉しいです。僕が思う園芸の醍醐味というか、趣味の醍醐味の一つとして、そんなにむちゃくちゃお金をかけずにというかリーズナブルなアイテムを使って、あと工夫を使って元気よく楽しく植物を育てていくっていうのがなんか僕の楽しみ方の一つなんですよね。この動画をご覧になっている方の中にすんごい安くてすんごい使えるアイデアがもしあったらコメント欄で教えてください。こっそり真似させていただきます。今後もこの梱包用ラップだけではなくて使えるアイテムがあればどんどん YouTube の方で紹介させていただこうかなと思いますので、チャンネル登録をして応援していただけると嬉しいです。てなわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ボタジマでした。だから今までこういうその言葉ではそのラップ使えますよ、ジップロック使えますよ、ビニール袋使えますよって結構言ってきたような気がするんですけど、意外とこういうちゃんと形に残ったものってなかったので、なんかそれはそれでね、なんだろう、ようやくラップの付け方分かりましたわっていう人がいたらすごくそれは嬉しいし、それだけじゃなくてね、今後この動画をきっかけにラップの使い方ちょっと使ってみるかと思ってね、それでねそうやってチャレンジしてくれた方がね楽しくうまいこと園芸できたらね、もう100点満点ぐらいの気持ちでねちょっと動画にしてみましたけど、どうですかね。梱包用ラップというよりか水苔ですよね。水苔で、気候を守ってあげて、でせっかく水苔で気候を守ってるのにその水苔が乾いたら意味ないので、水苔が乾かないようにぐらいの気持ちでね、当ててあげたりとか巻いてあげるとうまくいくというか、そんなような気はしてますよね。でビニール袋の話の時も言ったんですけど、いやじゃあこれってなんか蒸れないのとかっていうなんかそういう心配もあるのかなと思うんだけど、うちではねほぼ 100% 気候もうまいこと鉢の中に鉢の中にというか伸びてね、誘導することができるので、ここはなんかあんまりいろんな方の環境があったとしてもうまくいくのかなとは思いますね。で、最後にちょこっと言ったその取り木みたいな形でカットして増やしたりとか、カットした先で、ある程度気根とか根っこがある状態でカットしたいっていう方とかにも使えるし、そのスキンラプサスとかポトス、ぶっちゃけねスキンラプサスとかポトスってもうそもそも丈夫だったりとかするんで、こういう養生をしなくても、時期が良ければ、カットしてそのまま土に刺しとくだけで、増えるっちゃ増えるんですけど、例えば今の時期とか、去年は特にねやってましたけど、カットしたスキンラプサスとかポトスの節に対して水苔を巻いてあげて、その上からラップでこうやって2周ぐらいぐるぐるっと巻いてあげて、そのまま置いとくだけで、発根するよねっていう、そういうテクニック、これボタジマ巻きっていうね、インスタグラムでボ巻きって言われてるね伝説のテクニックなんですけど、意外とこのやっぱ梱包用ラップと水苔っていうものの相性がすごくいいかなって思いますね。で僕がこの梱包用ラップを使う理由として、この幅がねやっぱ使いやすい、キッチンで使ってるようなねこう長いタイプのラップだと、どうしても取り回しがしにくかったりとか、するので、この梱包用ラップはね本当に使えるアイテムなんですよね。
ちょうどいい、ちょうどいいんですよ。どうしてもこうやってラップでぐるぐる巻いたりとかすると、見栄えがねあんまり良くないっていう、問題はあるんだけど、一生これで育てるわけじゃないんで、養生とかね発根管理に関して言うなら、全然使えるアイテムで全く問題ないかなと思ってますね。ただ唯一欠点があるならこれ自体がゴミになってしまうとか、それぐらいかな。あとじゃあこれ水苔をアンスリウムの株元に巻いてラップを巻いた時に、じゃあどのタイミングで外そうってなると思うんですよ。いちいちじゃあ外す時にラップほどいて水苔の中確認して、出てるかな出てないかなって確認するのってめんどくさいじゃないですか。本編の中でお見せした株まだまだちょっと気根がね甘かったっていうか、発根はしてましたけどね、なかなかいい映像にはなってなかったんですけど、こう水苔巻いてあるとして気根が伸びてくるとラップをねこうやってグーッと押していくんですよね。グーってこうやってこういうような状態になってくるんですよ。だからこうやって水苔で覆っていた部分から気根がこうやってラップを押してねグッて出てくるのが分かるんで、実際そこで気根出てきたなっていう、気根伸びてきたから、じゃあその気根に対してもう一回水苔盛ろうかなとか、株元にこうやってガバッとね全周巻いた水苔をちょっと片側に寄せてあげて気根の方に寄せてあげるっていうだけでも全然十分なので、透明な鉢ね、使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、もう皆さんもう言わずもがな、やっぱこれ根が見えるんでね、その単純にラップが押してラップがこうやって押されて気根が出てきただけじゃなくて、目で見てね判断することもできるので、その辺もすごい使いやすいかなと思いますね。あとこれアンスリウムとかの気根の話ではないんですけど、コンポヨラップって、僕ビカクシダの乾きやすい株とか水苔が露出しているような、まだまだ幼い株に対してその水苔の上からこのコンポヨラップを巻いて水苔ができるだけ乾かないように、根に対して水分が抜けきらないようにする工夫みたいなのにも本当使えたりとかするんですよ。ただこれも結構言われてることですけど、透明なのでどうしても光を通して水苔自体にね藻が発生しちゃうとかちょっと色変わっちゃうってことはあるんですけど、僕はね正直そこまでビカクシダに関しては気にしてなかったりとか、アンスリウムに関して言っても藻が生えるまでこのラップ使うってことはまずないんで、その前にね気根が出てだいたい鉢の中にそれ突っ込まれると思うんで、そこの心配もねそんなにないかなと思います。こういう僕のちょっとしたねテクニックって言うとちょっと恥ずかしいですけど、僕自分がよく使っている、こういうアイテムってね本当ちょっとずつでもね紹介できたらなんていうかな、そんなに難しいことしなくても意外と簡単に楽しめるよねっていう部分を発信できるのがね一番いいのかなと思いますよね。やっぱすんげえ楽しくて集めてすごい育てるけど毎回うまくいかずに全部枯れちゃうわっていうのは全然楽しくないでしょ。植物が枯れないように綺麗に育つとかねすんごいかっこよく植物作っちゃおうっていうのが結構上のレベルの話なんで。僕はまだそんなとこにいないのでね、単純に枯れずに、元気に植物が育ってくれればもう100点満点だからみんなでその100点満点、まずそこのライン、植物とうまく付き合っていくラインっていうのを目指すために、例えばすごい高級な LED ライトとかいろんな機材ありますけど、そこではなくてもっともっと簡単にうまくいく方法ってあるんじゃないかなとは思ってるので、本当に動画内で、本編で言った通りそういったテクニック、もし皆さんの中でねこれ結構使えますよなんてアイテムがあったら本当に教えてほしいし、でそういったコメントを、僕に対してのコメントというよりかは、皆さんがそれで書き込んでいただいたコメントを誰かが見た時にそのコメントいいなと思って試してうまくいったらめっちゃいいじゃないですか。これ動画の中での発信だけではなくて、皆さんのそのコメントできっとうまくいく人もねいると思うので、ぜひねそういった情報はどんどんシェアしてで、それがうまくいくいかないってやっぱ環境によるし、それぞれが育てている環境ではうまくいかなかったりとかあるとは思うんだけど、それでさいやダメでした、これは良かったです、でもあれはダメでしたっていうのって自分の中での基準でしかないから、本当に自分がいいなって思ったことをねどんどん発信していくと、それがきっと誰かのためになるかもしれないし、ためにならなくてもねそういう方法があるんだなっていう勉強にもなるしね、怖がらず
そういったコツみたいなものはね、シェアしていく方がいいんじゃないかなと思いますね。てなわけで、最近ちょっとカチッとこう動画撮った後にダベるっていうのねちょっとハマってまして、今日もねダベりましたけど、このダベルの時間まで見てくれてる人は本当に嬉しい、俺は本当に嬉しい。最近の僕の動画だとありがとうございましたからが本編みたいなところあるから、ぜひねここら辺もねラジオ感覚で楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。というわけでありがとうございました。